はい、こんにちは。元機関投資家トレーダーの堀江です。本日も相場の話題を提供していきたいと思います。3月19日にですね、日銀の金融政策決定会合が終わりまして、で、その結果としてマイナス金利の解除ということが発表されたわけですね。で、そこから日経平均の大きく上昇しているわけですね。で、その前の段階で、月曜日の段階でですね、この大きな陽線の上昇があったんですけど、私のツイッター見てくださっている方はもうご存知だと思うんですけど、ここからの下げがあって、今こういう状況だったんですけど、25日線があって、そこを割り込むかどうかという時に、この安値をですね、割り込むと、下落の波動になっていくし、この高値を超えていくと、こういう上昇の波動になっていきますよねっていう話を、ツイッターの方でしていたんですね。で、結果としては、月曜日の日に、18日の月曜日にですね、この高値を超えたことによって、波動としては日足の方でもう上昇波動入りしていて、火曜日にマイナス金利の解除が発表されて、そこからもう一段高しているという状況なわけですね。なので、私としてはこの安値を割り込まずに、この高値を超えたことで、ここで再び買いポジションを取り直して、今この上昇に乗っている最中なんですけども、日経平均がですね、史上最高値を更新中ということで、目標値ってどのぐらいになるのかっていうことにですよね。私のラジオ日経の番組では、第1回目の放送で日経平均の目標値として、こういう過去のね、チャートの、こういうところから、バブル高値と同じ上昇幅までいくと、4万5千円超えますよねっていうような話をしたわけですけども、非常に大雑把な話だけではなくて、もうちょっと月足のチャートを使って考えるとどうなんだろうかっていうことについて今回の動画でお話ししようと思います。で、波動の数え方っていうのは、いろんな考え方があってですね、正解は一つではないんですね。で、コロナショックの安値を起点に考えたときに、私の場合2つの数え方があって、ここをまず第1波動目と数えるわけですね。で、次、ここは調整の第2波動目。で、その後が分かれます。今が第3波動目ですよねっていうふうに考える数え方と、もう一つが、ここから1、2ときて、ここが3波動目の終了で、4、5と、今5波動目ですよねっていう数え方ですね。で、この2つがあるわけです。で、その2つそれぞれで日経平均の目標値を考えるとどうなるのかっていう話をします。で、まずじゃあ最初ですね、今が第3波動目ですよねっていうふうに数えた場合っていうのは、目標値をじゃあフィボナッチのエクステンションを使って、考えますと、ここからここが第1波動目なわけですよね。で、それと同じ値幅、あるいはそれの 1.618 倍ぐらいが第3波動目になるというふうに考えるのであれば、すでに第1波動目と同じ値幅がここ3万9000円ぐらいで、そこを超えているわけですから、そうすると次の目標値として考えられるのは 1.618 倍ならば、この4万8000円ぐらいということになってくるわけです。私の経験則から言うとですね、第3波動目って 1.618 倍に行かずに 1.5 倍ぐらいで止まることも結構あります。なので、1.5 倍だと4万6000円ぐらい。1.618 倍だと4万8000円ぐらいっていう。だいたい4万6000円から4万8000円ぐらいっていうふうに幅を持たせて考えておいた方がいいと思いますね。で、それが第3波動目になって、ってなるとすると、ここがだから第3波動目がこうなって、第4波動目の調整が入った後、第5波動目があるということになってくるわけです。で、そうすると第5波動目って考えると、日経平均は5万円を超えるような展開になってくるかなっていうことになるわけですね。で、これが一つ目の、今の上昇波動が月足の第3波動目ですよねっていうふうにカウントすると、そんな風な目標値が出てくるということですね。そうではなくて、じゃあ2番目の話に行くとすると、これですね。今がそもそも第5波動目だよねっていうふうにカウントすると、目標値どうなるかっていうことですね。ここが第1波動目なんですけど、第5波動目の、スタート地点ここだと考えると、第5波動目がですね、第1波動目の 0.786 倍までいくとすると、4万1900円ぐらいで、あと1000円ぐらいの上昇になりますし、そうではなくて、第5波動目が第1波動目と同じだけの上昇幅ってなるとすると、4万5000円ぐらいということになってくるわけですね。今が月足の第3波動目だというふうに考えるのであれば、日経平均の目標値っていうのは4万6000から4万8000ぐらいということになりますし、そうではなくて今が第5波動目なんだというふうに考えるのであれば、日経平均の目標値っていうのが4万5000ぐらいになってくるということですね。最も上昇しないパターンでいうと、4万1800円ぐらいと。
この波動のカウントの仕方とフィボナッチの当てはめ方で考えると、目標値がだいたい4万5千円を超えてくるパターンが多くて、で、一番上昇しないパターンでもあと1000円ぐらいは上昇する可能性があるという感じになってきますね。で、繰り返しなんですけど、まずこれは、一つのカウントの仕方とフィボナッチの当てはめ方であって、こうじゃない風に考える人もたくさんいるので、これが絶対そうだという話ではないので、その点はご注意ください。あくまでも一つの考え方とか、一つの意見に過ぎないということですね。あとはこれは月足の波動でカウントして当てはめています。ですから、相場はですね、月足じゃなくて日足なんか見ればもう分かるように日々上下動しているわけですね。こういうふうに。日々上下動しているわけです。ですから、当然そういう上下動の結果として最終的に月足でそういうふうな目標値に行く可能性がありますよねっていう話をしているのであって、例えば1週間2週間相場が調整して下落する場面っていうのは当然あるわけですけども、あくまでも月足の波動というレベルの話なんで、そういう調整の期間を経てそういう目標値に行く可能性があるという話だというふうにご理解ください。ちなみにですね、ナスダック100の目標値については、実はですね、1月30日の段階で堀江投資塾の無料動画で公開しています。堀江投資塾ではですね、無料会員にご登録いただくと、誰でも無料で見れる相場分析の動画を公開していますので、ご興味のある方はですね、ぜひ無料会員にご登録いただいた上で、ご視聴いただければ幸いです。途中から費用が発生することも一切なくてですね、完全に無料で見れますので、ぜひ会員登録いただければ幸いです。では引き続きトレンドしっかり見極めて儲けていきましょう。